はい、皆さん、こんにちは。ジジイのボンゴで車中泊 in 九州。はいはい、そんなんでね、家から山陽道を走って、ここ、壇ノ浦サービスエリアで朝まで仮眠して、いよいよ九州に上陸いたします。はいよ、上陸。上陸九州。高校生の時に修学旅行で来たきりの九州なんですけども、もちろん自分の車ではね、今回が初めて。はい、そんなんで、時計と反対回りで、福岡から佐賀回って、長崎。はい、まずはね、ここ、太宰府。はい、関西はね、北の天満宮があるんですけども、はい、ここは太宰府天満宮になります。でね、ずーっと回ってたんですけども、この本堂いうのかな。はいはい、ちょっとね、仮設、なんかね、屋根に植木があったのと、それとこれ、梅替え餅。はいはい。よくあるパターンですわ。はい、動画撮る前に食ってしまう。はい、もう半分食べてるんですけども、これまたうまかった。梅の味はしません。駐車場はね、そばでもね、500円のとこはいくらでもありました。続いては佐賀県の伊万里焼。そこのね、大川山内いうのかな。はいはい、そこの散策になります。まあね、散策はしていろんなもん見たんですけども、嫁はここじゃなくして、波佐見焼、そこの夫婦茶碗が欲しいなって言うてたんで、この後、波佐見焼の方に行きました。そしてね、波佐見焼でちょうどね、いい感じのがあったらしいんで、はいはい、それはこれですわ。めっちゃ可愛いでしょ。なんかね、こういった絵柄、絵付け、はいはい、それがね、はい、特徴や言うてね、その後ね、友達に会う予定があったんで、ハウステンボスの駐車場側の裏側にね、防波堤のようなとこがあって、そこでね、車中泊ができるいうことと、それと美味しいスーパー、はいはい、そこの魚がね、刺身、ここがおすすめやでって教えてもらったんと、それとそのそばにある10分ぐらいかな、温泉、660円やったかな、一人ね。はいはい、そこはね、むちゃくちゃ英雄でね、はい、ここもおすすめですわ。続いて、長崎の方に向かう前にね、20年ぶりなのかな、マックでね、朝マック。はいはい、ちょっとね、朝作るのめんどくさかったんで、はいはい、これもええ方法やな思いながら、はい、朝マックを食べてます。そして、長崎の方に進めてる前に、ちょっとね、ネットで調べてたら、西海橋の、西海の丘いうんかな、ここも、車中泊スポットって書いてたんでね、ちょっと偵察に行ったんですけども、はいはい、すごく綺麗なとこでトイレもあるし、広い駐車場もあるし、いうことで、で、この橋の下にね、ずーっと歩ける遊歩道みたいなとこがあったんで、そこも通ってみたんですけども、はいはい、めっちゃね、綺麗んですが、なんかね、穴の開いたガラスのとこがね、はいはい、ちょっと高いとこがね、苦手なんでね、はいはい、ちょっと真ん中までよういかん。はいはい、そんな感じなんと、それとね、通ってたら、なんかね、煙突みたいなのが3本あったんですが、これね、ハリオの、無線灯いうんかな。はい、これ3つね。今のお金にしたら250億ぐらいの費用がかかってるんですけども、戦争開始かな、新高山登れ、井戸ね。はいはい、それの無線の中継した基地。はいはい、そんなとこも見てきました。続いては前半長崎で行ってみたいポイント。蜂蜜農園なんですけども、ポコトスカーナいうのかな。ちょっとね、道が狭いんで、それと、土日しかやってないんですが、ちょっとね、知り合い、遊び心を大切にするいうね、福岡の、ちょっと仕事でお世話になってるお方から教えてもらって、わざわざ平日にもかかわらず開けてもらってるんですわ。じじいが行くから開けといてや、みたいな。はいはい、そこに来たんですが、まあ、嫁が興奮して、ここで住みたい。
ここに住みたい、こんなんしたい言うて、そんなね、簡単にね、素人ができるような、はいはい、蜂蜜農園とか、それとね、土曜日曜日は、ランチみたいなのがやってて、はい、ランチも食べられるいうことなんですけども、それがびっくりなんですわ、実はね。今喋っておられるオーナーさんの奥さんが料理担当なんですけども、実は、NBC 長崎放送、はいはい、そこでね、料理番組を担当されてるんですわ。はい、イギリス在住いうかね、イギリスに住んでおられたんかな、13年ぐらい。その経験を生かした世界の家庭料理、はい、それが食べられるいうことをね、後から知って先に言うといてくれよいう感じで、それやったら土曜日か日曜日に「はいはい言ってたやんけ」とか思いながら、はい、そうなんでね、オーナーさんはいろんなこういうねツリーハウスも自分で作ったり、はい、お店の設計もね、いろいろやったりして、すっごくね面白い方で、もちろん奥さんとも話しておしゃれでね、はいはい、また嫁がね、憧れるわーとか言いながら、はいはい、ライムもね、お土産にもらったりして、でね、蜂蜜も買って帰りました。まあね、土日しかやってないんですけども、ここはね、もしかこの辺行くんやったら、外せないなんかポイントかないう感じ。犬も可愛いしね。で、オーナーさんはね、YouTube もやっておられるんでね、そちらのもいっぺん見てもらったら、はいはい、店の雰囲気もわかるんちゃうかな。ホームページもね、貼っときますんで、はい、そんなんでね、長崎の方に向かってます。ここ、大浦天主堂とか、グラバー園とかね、ちょっとね、なんか写真撮れないいうことで、はいはい、表しか全然撮れなかったんですけども、それと、まあね、出発前から長崎市内なんで、駐車場はどこがいいかなってね、調べたら、ファミレスのガスト、そこで食事をしたら、3時間無料。ちょうどね、3時間ぐらいだったらね、はいはい、観光できるんで、駐車料金を浮かすために、ここで食事をして、はいはい、ここにね、車を止めることにしました。その後、天草によってずーっと鹿児島の方に、南の方にね、渡っていくつもりやったんですけども、調べたら、なんかね、フェリーがないいうことで、船しかないので、それやったらまた上にね、引っ返さなあかんし、いうことで、それやったらいうことで、有明フェリーやったっけね。はい、それでね、熊本入りしました。渡ってからはどないしょ熊本市内に行くにしても時間的にね、観光地がちょっともう閉まってるやろしいうことで、そのままね指宿目指してずーっとね南下して、八代町いうかね、これ八代駅のとこかなとかね言いながら走行してたら快活クラブが目に入ったんで、はいはい、まだね入会してないんですけども、即入会してそこでシャワーを浴びて、そこの駐車場で一泊することにしました。はい、鹿児島入りしてるんですけども、工程はね、北九州からずーっと福岡通って伊万里通って波佐見焼通って、で蜂蜜を買って、その後長崎、はい、そして有明フェリーで渡って下に降りて指宿で、指宿の先からフェリーもっぺん取って最南端行って、で野生の馬見て宮崎日南通って高千穂峡を通って阿蘇行って、でオフ会して、で別府、はいはい、そんな工程で進めたんですけども、今はねこれ指宿、はい、ここでね、砂風呂に入って、気持ちいいなって言ってたんですけども、ちょっと気がついたいうかね、希望として、砂に入ってる自分の姿を、撮りたいなとか、撮影禁止なんでね、それやったら、ちょっとスマホで、向こうの店員さんいうかね、向こうの係員が、自分が砂に入ってるとこ撮ってもらえるみたいな記念写真、はい、スマホ渡して
撮ってほしいなとかね、何のね、思い出はあるけど、ぬくかったないうね、感じはあるけども、その写真がないんでね。まあ、写真屋さんが入って、写真をね、売ってもらえるいうのもあんねんけども、やっぱね、スマホで残して友達に送ってみたいないうのもあるんでね。はい、そんなんで、本土最南端の道の駅、ねじめ、その前に、ゴールデンビーチ大浜公園やったかな。はい、そこでね、仮眠するつもりだったんですけど、雨とね、風が強くなってね、夜中車が揺れて揺れて、嫁が怖い怖いってね、言うんで、フェリー乗り場、降り場やったかな。はい、そっちの方でね、風の当たらないとこに移動して、はいはい、少し仮眠することにしました。まあね、朝起きてもまだね、雨が降ってたんで、まあ先の急ぐ旅でもないし、予定もないんでね。はい、とはいえね、やっぱね、ずれ込むいうのもあれやし、最南端の佐多岬やったっけ、そちらの方はね、一応行っといて、その後まだ考えたらいいわいうことで、岬の方まで、はい、これでね、北海道の北端も行ったし、南端も行ったしね、一応端と端はね、行ったいう感じですわ。で、このモニュメントのあるちょっと先、100メートルぐらいかな、そこにね、駐車場があるんで、まあ雨の中、まあ、ギリ取れるかないうとこで、本当ならね、この右の端のなんか展望台みたいなのがあったんでね、そっちまで歩いていくつもりで行ってたんですけども、はい、結局ね、1日ずれ込んで、はい、コインランドリー行ったり、嫁のケツ触ったり、はいはい、そんなんでね、1日過ごしました。まだね、少し夕べ雨が降ってたんで、朝はね、道が濡れてたんですけども、馬見に行くことにして、入り口で400円。雨やけど馬いてるんかなって聞いたら、はいはい、馬はね、お腹空かしてるんで、いつでもいてますよ、いうことで入ることにしました。それと、道の駅の、絶景ポイントいうので、なんか日本一になったりとかでね、そこで、ブリの漬け丼と、このマンゴー、ちょっとね、雨で歩けなかったんで、絶景ポイントは行けてないんですけども、このマンゴーがね、大きい割には安かって、普通のよりも3割ぐらい安いんかな。そこの道の駅の方が、他で見るよりかね。はい、こんな感じでね、切って、これいつ食うてんやろ。あくる日の夜、この日の夜に食ったんかな。めちゃくちゃうまかったですわ。まあね、後でも言うと思うんですけども、この Google マップ、それでずっとね、走行してたんですけども、めちゃくちゃ狭い道を教えるんですわ。はいはい。そんなんでね、ちょっと危ないんで、後半は Yahoo のカーナビやつね、それが入ってるんでね、それで走行する、それで走行するように切り替えました。はい、結局ね、雨降られたんが1日半ぐらいかな、1日延期したんでね、そのあくる日は正解で、いい天気でね、これはフェニックスなんとかの道の駅かな、はい、そこに寄って、その後はね、高千穂峡、ここも気持ちよかったですわ。歩いてね、行かなあかんので、ちょっとね、ちょっと大変なんやけども、行く価値はありますね、ここまで。何分ぐらい、20分ぐらい歩かなあかんのかな、もっとかな。はいはい。そして結局ここの阿蘇。はいはい。車中泊目かなかな。もうキャンピングカーがいっぱいいてたんと、でね、ガソリン張ったりしていろいろしてたんで、もう寝ようかいうことで、ここでご飯食べたかな。はいはい。ほんでこれは朝なんですけども、井戸水を飲める水なんで飲んでくださいって。飲んでくださいとはね、はい、書いてないけどね、朝のコーヒーはここの阿蘇の水でコーヒーを立てて阿蘇に向かいました。はいはい、そんなんでね、阿蘇に向かったんはいいんですけども、レベル2。は
はいはい、進入できない通行止めいうことで、ちょっと下のね、駐車場で、止められて、で、お花畑見て、結局ね、行けなかったんですけども、で、この後、阿蘇を横断して向こうの方でちょっとオフ会が12時ぐらいから予定してたんで、もう行かなあかんし、ちょっとさっきご飯食べよういうことで、有名店に行って10時半に行って10時半ですよ。オープンが11時なのに10時半に行ったら1時間待ち、もうすでに予約がいっぱいあっとって、でまあ1時間10時半やし1時間待ったところで、はい、11時半やしね、すぐ10分から15分ぐらいでね、オフ会の会場まで行けるしいうことで予約したら、また入ったら入ったで出てくんのが遅いやんかとか言いながら、はいはい、この1時間遅れて結局ね、皆さんの20分以上、ここですわ。ここで食べたんやけども、今金さんでね、まあ、美味しいことは美味しいです。美味しいけども、入ってからでもだいぶ待たされたのかな。はい、そんなんでね、皆さんには迷惑かけたから20分以上ね、待ってもらって申し訳ないなとか思って、お土産もいっぱいもうたしとか思いながらね、はいはい、オフ会も終わって、その後は、あそこですわ、湯布院。はい、ここで露天風呂、ここだけしかわからなかったんでね、ここで入って、その後、そのまま別府市内まで走って、別府タウンの横の市営の駐車場、はい、入庫からね、12時間で400円やったかな。はい、そこに車を置いて、駅前で、冷麺と、鶏天と食うて、はいはい。で、そこで泊まって、その後別府ですわ。で、別府はね、100円の温泉がいっぱいあるのをね、聞いてたんで、まあ、嫁はね、薬草の湯、蒸し風呂かな。それに入ってる間に、無料の足湯を使って、それと100円のね、100円のでもね、こんな感じですわ。朝一に行ったんで、お客さんも入ってなかったんで、ちょうどね、組合の人がいてたんで、湯船取ってもいいですかって聞いたら、ああ、お客さんおれんし、いいよ、いうことで、許可をもらって取ってます。24時間300円の駐車場もありました。結局ね、別府だけで、3回ずつ温泉に入りました。まあまあね、車の中はこんな感じで食事して、はいはい、ちょっとね、フェリーで帰る予定やったんですけども、なんかね、天気が悪くなってくるんで、船酔いするんでね、ちょっと心配やし、2人運転できるんでね、それやったらいうことで、高速使って、のんびり、はいはい、帰るかいうことにしました。